こんちは。4G 初めから攻略パート41です。前回は古文書コグマジオスと師匠からの試練を攻略しました。残す古文書は後に立つ。いよいよこのシリーズ本編も最終章だね。今回は古文書の解読を進めつつ最終目標に向けた準備をしていきます。残り何パートになるかわかりませんが、最後までしっかりやりましょう。ほい、というわけで、まずはこちら。探索でラージャンのギルクエをゲットしたよ。方法は至極単純。上位探索でババア種を買って帰還を繰り返しました。これが2等クエになると非常に面倒な話になりますが、単体クエを出すだけならさほど難しくありません。ラー関連なら上位探索を使うのがおすすめだね。ババアなら派生率 25% だよ。一番確率が高いのはケリョスの 30% だが、乱入限定で探索固定から面倒だからな。さて、そしたらクエストの中身を見ていきましょうか。今回出たのは片手双剣みたいですね。正直、武器の入手傾向は結構どうでもいいね。それよりマップの方が大事だ。この実況シリーズ、DLC 要素を使わず、ソロで140ラーを討伐するところが最終目標だからな。上位派生なんで初期レベルは51、140までには40回近くクリアの必要ありますからね。エリア1は崖だね。初期位置ではないが、マップは OK。砂と紫以外なら何でもいいことにしています。エリア2はどうでしょうか。砂で初期位置じゃないならまだいいんだけど、硫酸多めの初期紫が最悪のパターンだね。さて、どうかな。ああ、無情にも紫でした。しかもここが初期位置ですね。残念ながらこの時点でリセット確定です。一応エリア3だけ見てきます。一発目からうまくいくとは思ってないけどさ、こうもピンポイントで引くもんかね。3は傾斜ですか。ここならまだ妥協できるんですが。しゃあない、またババア買ってこよう。合格点が出るまでカットするよ。その後数時間粘りまして、なんとか妥協できるクエストを入手しました。それに向かうにあたり装備を作成していきます。居合のままじゃ気持ち悪いですしね。ギルクエラーやるならこれ作っておかないとね。満を持しての登場、ローグレギオンだよ。と言っても、だいぶ前から作れるようにはなってたが。これ別に出し惜しみしてたわけではなく、ラー以外やるなら居合セットが欲しかったんですよね。今回必要になったから作成に踏み切りました。強玉が全然出なくて、まあ時間かかったよ。それはどうでもいいか。それじゃ、合わせて防具も揃えていくね。いくつかの部位は既製のものでいけるが。フォーク X スーツを新たに作成していきます。これも別のベクトルで面倒なパーツですね。ドスクワアゲハがフラットハンター限定なんだよな。マルチプレイほどではないが、ハードル高めだね。イベなし環境でノートを入れると要求されがちだよ。お守りが充実してない段階では回避は難しいね。この辺もログレギ作成が遅くなった要因ですね。アーティを超える装備がなかなか揃いません。よしできた。スキルはこんな感じになったよ。プラスアルファの火力スキルは攻撃中だけですが、ダメ短縮後、スロ2のお守りではこれが限界ですね。通撃6スロ3クラスがあれば弱得に変えられるが、ないものに頼っても仕方ないからな。それじゃ改めてこの装備でラークエに行ってみよう。実はアーティで少し育ててあるよ。なんかようやく 4G 始まった気がします。張り切っていきましょう。こちらが合格となったクエストです。入手武器は弓ボウガンでしたね。作成者がちゃんとワソになってたところも映せたね。これで疑われるとは思ってないが。見せた通りですでにレベル100になってるよ。ステータスはちょっと弱い G 級個体くらいかな。まだまだギルクエの本気には程遠いですが、マップの紹介がてらプレイしてみますね。よーし、じゃあやっていこう。まずはエリア1からご紹介だ。エリア1は他のエリアでした。若干狭めなのであんまりここでは戦いたくないですね。キャンプとエリア2の入り口が近いのはまだ良かったかな。端と端だとめっちゃ走らされるからね。続くエリア2は川でした。ここは大当たりですね。初期位置じゃないのが少し残念だが、まあ贅沢は言うまいて。どのみち、ソロだとエリア移動は避けられないからな。すべての地形が重要になってくる。では、エリア3行きましょう。このクエは3エリアしかないので、次が初期位置です。3は、点だったね。ここも平坦で当たりのエリアだ。構成は岡川店さんとなりました。
点数をつけるなら65点くらいでしょうかね。1が丘なのと初期が遠いのが残念だね。砂紫を含まないのは素晴らしい点だが。あとはひたすらこれを育てていくとするよ。これの140クリアで本編終了予定。あ、ちなみに本編終了後もリベクエ編が続きますからね。何度も言うようですみませんけど。このシリーズ別に縛りがしたいわけじゃないからね。うちには DLC が残ってるからそれもお届けしていくよ。DLC なし環境での参考にはなりませんが、古文書トラー140まで終われればさすがに十分でしょう。それ以降は発掘とお守り次第になってくるからね。好きなギルクエで楽しんでいけばいいと思うよ。まずはクエ育成しないとな。101から140にするには20回ちょっとクリアが必要だ。根気のいる作業ではありますが、ちょうど古文書の解読も進みますからね。1回クリアするのは朝飯前のことなんで、ガンガン進めてしまいましょう。136で極限になるまではラーの変化も少ないね。たまに恐竜化するくらいかな。恐竜化は楽勝で解除できるから、なってもならなくてもって感じ。ラーよりも乱入の方が厄介だったりしますね。普通に邪魔なので。極限化すれば乱入は発生しなくなるので、136以降の方が楽まであります。これは感覚がまひってるところもあるが、2対1になる方が厳しいからね。135まではサクッと通り抜けたいところだね。135までも報酬面は高価ですからね。新鎧玉など普段手に入らないものが入手できます。未知の樹海特有の素材を手に入れられる機会としても、ギルクエは重要な存在だね。破片系に流線化系に幸運のかけら系、有用なものがたくさん手に入るよ。あとは発掘防具もある程度狙えますね。ラーは126から封じられた武具が混じります。もちろん効率は136以降より大きく劣りますが、0が1になるのはでかいです。低ランクでポツッと強い発掘が出たりもするからね。このシリーズで引けたら熱いぞ。確率的にはほぼほぼないことですけど、0じゃない以上はちょっと期待しちゃいますね。お守りもまだまだ全然揃ってないので、そちらにも期待しつつ進めていきましょう。まずは通撃6スロ3欲しいな。これがあれば結構幅広がるぞ。なんならメインデータでも使ってますからね。これ以上になると一気にハードル上がります。やっぱり弱特の有無で結構火力変わりますからね。対ラーならなおさらです。ラーの肉質が弱特とちょうど合ってるんだよね。常時火力 10% アップと考えれば相当でかい。この時まで肉質を加算する効果なので、抜刀術を併用できるの大きいですよね。まだ超会心がない時代なので、外心ばかり盛るメリットも少ないですし。超会心が登場したクロス系は完全に会心環境だったね。スキル効果一つでガラッと変わったよな。合計で見切りの効果が低かったのもありますけど、作品によって全然違うの面白いですよね。シリーズによって強い装備の方向性が開拓されるの、毎回楽しく感じられてます。スキルの盛りやすさ自体も全然違うしね。合計はだいぶ盛れる方だな。最初からギルクエって怨恨がありましたからね。難易度に応じて積みやすくしたんでしょう。発掘武器で武器ステータスの水準もかなり高いし、この辺も異質なシリーズだと思います。最初こそ生産と発掘の差に抵抗感あったけど、結局ギルクエやらなければ生産で十分だしな。こういう怨恨前提のぶっ飛んだ環境、結果的にはめちゃくちゃ好みだったよ。やっぱ数字が大きい方が見てて楽しいですからね。我々はワイルズでも武器係数を表示させる派です。体験で攻撃力200って言われても物足りない。やっぱり960って書かれてた方が納得できるよ。完全にモンハン老人の感覚ですけどね。初期作からやってればこういう人多いと思います。これはモンハンデビュー作によって変わりそうですね。初めて係数がなくなったのはサードですか。サードは初心者向けに作ってる雰囲気すごい感じだから、作品としては妥当な調整だよね。冷静に考えて、片手の280と体験の960が同じって最初は意味わからんしな。なんなら馴染みの薄い武器種は未だに間違えますね。4G のスラークとかよくこんがらがります。スラークは54だったよね。係数だけは一丁前に最大なんだよな。係数は武器の基本攻撃のモーション値を表してますが、スラークはモンハントライの斧の縦切り準拠ですね。4G では縦切りモーション値40しかないので、完全に表示先になっています。改めて見ると、ひどい弱体化だな。もともと別に強くなかったのに。で、いつの間にかラージャン弱ってますね。レベル101ならこんなもんです。このクエ、休眠はエリアにだ。寝るのを待って突撃しよう。
よーし、寝てる。ラーは寝つくのが早くて助かるわ。移動して寝るまでの時間、モンスターによって結構違うんですよね。ラージャンは10秒ちょっとですぐ寝るので、とどめを刺すのが楽でいいです。で、なんか今になって乱入してるな。ドスランか。育成中は毎回このガチャに耐えないといけないよ。いろんなやつが出てくるからな。レベルが低ければ、その前に終わりますけど、126以降はしんどそうですね。ま、今はいいでしょう。裏で頑張って育ててきます。で、古文書の解読も進んだよ。これで10冊目が終わったところだ。またハテナアイコンですね。詳細は大長老に聞いてきましょう。なんと解禁されたのがミラボレアスでした。しかも普通の黒竜ではないようです。しかし、光竜なら村上位で戦ってるんだけどな。卵シンジケートの裏ボスとやらからの依頼で。ま、それはともかく、以前もミラ討伐が行われた発言があったね。これはモンハンドスでのことでしょうね。近畿級でもゲーム内でのつながりは描写されています。それじゃあ、このままミラ退治と行きますかね。装備は総中根に持ち帰ってくるよ。総中根装備に着替えてきましたが、スキルは少しいじります。耐震を最近研究家に変えたよ。どっちもゴスロスキルだから付け替えも楽だね。さて、それでは改めてやっていきましょう。クエストはこちら、来たれ、破滅の時よ、です。報酬は強化マジオスからさらに上がって57,900ゼニー。ぶっちぎりナンバーワンだね。このクエ、ミラ系としても近畿級としても、いろいろと特殊なポジションになっています。開始時にムービーがついていますが、村で見たバルカンとは別のものになってますね。現状、4G でしか見られないね。それじゃ、会いに行ってみよう。はい、こちらが光竜の特殊個体となります。見るからにヤバそうな雰囲気です。もともと光竜という存在自体がミラボレアスが怒り狂った特殊なものだったが、
こいつは怒りすぎてさらに真っ赤になっちゃったよ。特殊個体の特殊個体とでも言うべきかな。バルカンともルーツとも違う、第4のミラボレアスとして扱われていますね。なんなら、報酬やハンターランクポイントなどはルーツよりも上です。世界観的にはガチで最強格のモンスターかも。現状、こいつが出現するのは 4G だけだが、最新世代で登場したらどうなっちゃうんだろうね。アイスボーンで出た通常ミラ君ですら、世界の終わりみたいな扱いでしたからね。こんなのが出たら、いよいよ全世界のハンターを総動員して対処しないといけなさそうです。で、戦闘面の方だけど、ベースモーションはバルカンと変わらないよ。ただ、厄介な特性が追加されてる。一つは、足踏みで炎を発生させるものだね。足踏みでダメージを受けるのは今更ですが、この子はヒアラレも受けてしまいます。このため、血理性能が尋常ではありません。非耐性が低いと地獄を見ます。溶岩島由来の足元ダメージも重なるからね。とにかく体力管理がしんどいクエストになるよ。安全に行くなら極限生命が欲しいね。非耐性20があればなおいい。その一方で、防御面は比較的薄めです。肉質は通常バルカンと変わらないようですね。怒り状態だと軟化するのも同様です。かなり怒りやすいので、挑戦者が有効に働きます。個人的には結構好きなモンスターだよ。ダメージは痛いけど、ちゃんと差し込む隙がある。剣士でやるなら、竜属性の総中魂おすすめです。乗って頭を攻撃するのが非常に楽しいですね。竜属性で頭を殴る以外の戦法では、どうしても時間がかかってしまいますね。今回の装備だとちょっと厳しそうだね。爆破の通りもあんまり良くないみたいだし。見てればわかる通り、削りがとにかく痛い。生存最優先でゆっくりやっていくよ。もちろん、地形は最悪となっています。段差でつまずいて突進を食らわないようにしましょう。意識してても引っかかることあるけどな。こればかりは受け入れるほかない。とにかく即死級の大技だけ気をつけよう。チャージブレスとか滑空とか。食らっていいのはせいぜい8割までですね。他に削る要素が盛りだくさんなので。いつも言っている通り、体力は常に満タン近く保つように心がけてます。堅実に攻撃してけばちゃんと倒せるからね。無理して攻撃する必要はない。あ、地形戻してくれました。地面の熱ダメージがなくなるのが嬉しいです。今更だけど、長靴術つけてくればよかったな。熱ダメないだけで、だいぶ行動しやすくなる。仕方ありませんね。あっちこっち行かないことを祈りましょう。基本は足を狙って、こけたら胸を殴っていきます。これは戻り玉の使いどころかな。切れ味落ちちゃったし、体力もまずい。ですね。体勢を立て直しつつ、支給品をもらってきましょうか。じゃ、準備して。おい、地形戻して邪魔してくるな。大物のくせに濃すぎるぞ。戻り玉の使用自体キャンセルされましたけど、あれ、発動中に巻き込まれたらどうなるんでしょうね。多分まだやられたことないけど、あの最中って普通に位判定あるからな。最初の戻り玉ミスったら悲惨だぞ。超動分なんて用意してないからな。2回目以降は支給用の戻り玉頼りですからね。今後も使うときは注意していきましょうか。それでは戦闘に戻っていきます。さて、戻ってきたんだが、いきなり地面から炎を吹き出すのやめろ。これも特殊個体の厄介な特性の一つですね。フィールド内にランダムに発生します。当たると非属性ダメージを受けて飛ばされます。ダメージ自体は低いですが、非常に避けづらいです。これ、本体とは完全に独立して発生するからね。地底火山の間欠泉が超立ち悪くなった感じかな。他には、ダラの強制とも近いですね。あれよりはだいぶ優しめですが。やはり、ヒアラレダイが非常に鬱陶しいです。これも削り性能に一役買っています。4G ってこういうランダム要素好きだよな。プレイヤーから見ればたまったもんじゃないが。こんなの腕もクソもないですからね。あちち、いい怒りでもお構いなしに発生すんのかよ。せめて怒り時限定にしてくれや。火柱自体の火力は低いんですが、連続で食らうとあっという間に体力減りますね。最近研究家の他にはろくな対策してきませんでしたが、非耐性20は確保してもよかったかも。この装備の耐性は8だったから、5スロで非耐性小をつければ23になるね。イベなしの攻略段階だと火力で押し切るのむずいから、防御面を固めるのありかもね。足踏みの度に転がるのも面倒ですからね。ヒアラレ回避できるだけでも大きそう。物理ダメージにはどのみち注意しないといけないがな。あまり無理はできないよ。ですね。安全に行きましょう。すぐマップ外に出ちゃうな。
こっち来てくれないかね。これまずいかも。熱い。やばいやばい。あっちゅう間に体力が減っていく。また厄介な特性が出ましたね。一定の範囲内にダメージゾーンを作る攻撃です。今見た通りで風圧で固めてくるので、一瞬でものすごいダメージを受けてしまいます。しかもこれ、緊急回避とかダメージ後の吹っ飛びとか、ハンターがどんな状態でも体力を削ってくるよ。もちろん、ショータルとかでごまかすこともできない、いろいろと規格外な攻撃だ。この攻撃、前方と左右に出すパターンがあるんですが、見た目よりも攻撃範囲が広いです。前方パターンは、フィールド端から中央くらいまで届くよ。正面での棒立ちは現金だね。さっき、溶岩から出るの待ったの、良くなかったですね。無理にでも張り付くべきでした。ミラ君の足より後ろには判定がないので、回避自体は難しくありません。久々でちょっと油断してたわ。この後は気をつけよう。で、戦闘の方はノリが発生してますね。怒り中なので大きなダメージが期待できますよ。ミラ系は頭の上に乗れるのが面白いんだよね。頭を壊したいならノリを狙おう。半分埋まっててヒヤッとしましたが、頭は問題なく殴れましたね。壊せたのは第2段階まででした。目までは壊れませんでしたね。このクエ、サブタゲないのがちょい面倒なんですよね。頭破壊したいなら、竜武器を用意することになりそうです。マジンガンが欲しい時に出直そう。今はとりあえずクリア優先だ。今は10分針だけど、あとどれくらいなんだろう。武器パワーは足りてると思いたいが。昔はよくミラコンで回してましたが、その時は10分ちょいくらいで終わってました。今の火力や属性を踏まえると、20分以内で終わればいい方じゃないですか。そう考えると結構長い戦いになるな。回復を大事にしていこう。この辺の地形ダメすぎる。一刻も早く元に戻してほしい。相変わらず地形が変わる仕様がよくわかりません。一撃で凹んだと思ったらなかなか戻らなかったり。地形にも蓄積地みたいなのがあるんでしょうかね。元に戻る方が必要な量が多いとか。大寒だと元に戻る方が遅いっぽいんだよな。凹むときはマジで一瞬だからね。開発的にもハンターが困るようにしたいでしょうから、頷ける仕様ではありますね。やられてる方は全然楽しくないので、納得はしてませんけど。戻る気配ないな。ここは戻り玉使っちゃうか。ちょうど切れ味も落ちてることですしね。焦ってもいいことありません。いつの間にか15分針に入ったな。20分以内に終われるだろうか。さっきの悪い地形から抜けてくれればワンチャンあります。ミラ君はハンターがいなくても結構動くので。交戦中にいなくなると結構移動するよね。戻ってすぐ復帰するとよくわかる。いつの間にかフィールドの端まで行ってたりして、なかなか落ち着きがないよ。怒りで我を忘れてるようですからね。じっとしてられないんでしょう。一体何が彼をそこまで怒らせたのか、原因はよくわかりませんが。古文書に交流の表記があったってことは、少なくとも怒ってることは予知されてたんだよな。思い当たるのは撃退された原種が起こったとか、そのくらいですけどね。未来に起こることなのにすごい精度ですよね。古文書って誰が書いたんでしょう。いつの時代のものなんだろうね。古代文明くらいまで遡るのかな。一度滅びた文明は今より高度だったそうですから、モンスター出現の予知能力も高そうですね。竜の命で兵器を作れるような時代だからな。モンスターへの研究も相当進んでたんだろう。この辺りの世界観は詰めて考えられてないそうですが、どこかで詳しく語られたら面白いですね。あら、終わったわ。タイムは17分ちょいだったか。こんなもんかって感じだね。爆破にしてはよくやった方だろう。組んでた装備もちゃんと役立ちましたね。高耳と挑戦者にはほぼ必須スキルです。こいつめちゃくちゃ怒りやすいからね。全体の半分以上は挑戦者発動してそう。さーて、それじゃあ、最後にこいつの武具でも見ていくか。戻ってきました。武器をざーっと見ていきますね。総中魂はこちら。相変わらずすんごい名前してるわ。従来のバルカン武器は国滅なんとかだったが、一発生産のものは閻魔滅流になるよ。これも爆破痕としては非常に優秀ですね。火力や切れ味はペダンに劣りますが。これは思い出深い武器だな。ペダンが来るまではこればっかり使ってたわ。で、こちらはハンマーです。一発生産ですが、カタカナの名前ですね。攻撃力1612は武器倍率310だよ。発掘でいう順倍率だね。極限強化すれば最高倍率にも肉薄するよ。生産ハンマーでは抜けて強いね。
スロットはないですが、匠で紫も出ますしね。全武器でも相当強めのステータスです。星村区はハンマーであることですかね。身も蓋もない言い方ですが。ま、事実だから仕方ないね。それに、全部これでいいってほどの性能はないからな。ほんで、こちらは一転してネタ武器ね。大剣なのに、非属性特化しちゃったよ。線の見た目だけ面白いですね。ミラ君による高度な一発ギャグです。当然、実用性はありません。素材が無駄に重いので、作らないように注意です。あとめぼしいのはやっぱヘビーか。これがミララース武器では最強だと思う。これ相当強いですよね。ゴール発掘と比べても遜色ない性能だと思います。だね。素材を回すならヘビーからがおすすめかな。さて、これで大体見終わりましたね。それでは、締めに入りましょう。古文書10冊目が終わって、ラーのギルクエも入手。いよいよ本編も最終局面だね。編集してて思いましたけど、多分次回が本編ラストです。シリーズ自体はまだ終わりませんが、最後までしっかりやっていきましょうね。そのためにも、裏の作業を頑張らないと、しっかりギルクエ育ててくるぜ。ほいじゃ、次の動画で。またね。